過去最高ボクシング井上尚弥の凄さを数字で解説。パウンドフォーパウンド2位と6位の対戦となったメガマッチ。ファイトマネーは30億円、軽量級の史上最高額。一般の王者は数千万円。東京ドーム満員 5.5 万人。メイウェザーでもパッキャオ戦で 1.6 万人。ペーパービュー60万人。日本史上最多。総興行規模は100億円。亀田三兄弟の全試合を余裕で上回る。次は2027年に3位のバムと国立競技場8万人とも噂されますが、果たしてなぜ100億円ビッグマッチを成功させられたのでしょうか。3つの要因を解説します。箱。ボクシング100年の歴史がひっくり返りました。5月2日東京ドーム、井上尚弥と中谷柔斗の一戦。この興行規模はなんと100億円。なぜ軽量級の試合で100億円なんて数字が出るのか。その最大の理由は箱、つまり会場にあります。多くの人はこう思うはずです。ボクシングの本場はラスベガスでしょ。一番稼げるのもラスベガスでしょ。実はそれがもう古いんです。世界中のボクサーが憧れる聖地 MGM グランドアリーナ。ここに入る観客は1万6000人程度です。しかし井上尚弥が飲み込んだ観客はなんと5万5000人。ラスベガスの聖地の3倍以上の人間をたった一つの会場に詰め込んだんです。さらに恐ろしいのはその密度です。一番高い席は33万円。一番安い席でも1万1000円。これが発売からわずか1ヶ月で完売しました。客単価を計算すると平均で8万円を超えます。掛け算してみてください。5万5000人 ×8 万円。チケットの売り上げだけで44億円です。ラスベガスは高単価ですが人数が少ない。国立競技場のようなスタジアムは人数は入りますが単価が上げにくい。でも今の井上尚弥は5万5000人を全員富裕層に変えてしまう、そんな魔法を使える唯一の存在なんです。もちろん最初からこの金額と観客数だったわけではありません。まず2018年に横浜アリーナで行われたパヤノ戦。この時の指定席は1万円から最高でも5万円でした。会場には約1万人が詰めかけ、これでもボクシング界では大成功と言われました。しかしここから井上の快進撃が始まります。2022年の埼玉スーパーアリーナドネアとの再戦では観客が2万人へと倍増。チケットの最高額は22万円に跳ね上がりました。それまでの相場の4倍以上の価格です。誰もがそんな高い席は売れないと言いましたが、結果は即日完売。そして迎えた2024年5月の東京ドーム、ルイスネリ戦でついに日本の天井を突き破ります。観客数は一気に4万人を超え、最高額のチケットは33万円。それでも手に入らないプラチナチケットになりました。そして今回の2026年5月、中谷潤人との歴史的な一戦。ついに東京ドームのフルキャパシティ5万5000人を飲み込みました。チケット価格は最高33万円を維持しながら、一番安い2階席ですら1万1000円。注目すべきはチケットの総売上です。10年前は会場を埋めても数億円が限界でした。それが今回はチケットだけで44億円。1回の興行で動く現金が10倍以上に膨れ上がりました。ラスベガスの3倍の人数をラスベガス以上の単価で埋める。この箱の暴力こそが100億円興行を支える第一の柱です。次はさらにエグい数字が動く PPV の裏側についてお話しします。ペイパービュー。かつてボクシングはテレビで見るものでした。辰吉や亀田の試合は視聴率 40%。でもその時のお金はテレビ局とスポンサーのもの。ボクサーに入るのはその一部でした。しかし井上尚弥がその常識を破壊しました。今回の5月2日東京ドーム決戦、配信チケットを買った人は53万人を超えました。スマホの画面を見るためだけに1人が約6000円を支払ったんです。掛け算してみてください。これだけで30億円以上の売り上げです。たった1日の配信だけでです。これがどれほど異常な数字かわかりますか。4年前に社会現象となったザ・マッチ、那須川天心とテスロの試合が50万件でした。井上尚弥はついにその伝説を超えたんです。さらに価格設定にも注目してください。アメリカでは1試合1万円以上が当たり前ですが、日本ではまだ有料配信は始まったばかり。それなのに60万人近い人がお金を払った。これは日本のエンタメが無料から有料へと完全に切り替わった瞬間です。100億円という興行収入のうち、実に4割近くがこの配信売上です。会場に行けない人も自分のお金で世界最強への挑戦を支えているんです。テレビ放送を待つ時代は終わりました。見たい人が直接30億円を積み上げる。この圧倒的な個人課金のパワーこそが井上尚弥を30億円プレイヤーに押し上げました。なぜ今数千円を払って画面を見る PPV が日本でここまで急激に広がったのか。その裏側にある3つの理由も解説しておきます。1つ目はスマホと光回線のインフラ整備です。10年前はネットで動画を見るのは重く、途中で止まるストレスがありました。しかし今は 5G と高速 Wi-Fi が当たり前。
スマホ一つで高画質の生中継をどこでも安定して見られるようになりました。これが有料配信の土台を作りました。2つ目は大手資本による独占配信戦略です。かつては地上波テレビが放送権を持っていました。しかし制作費が10億円を超えるメガ興行をテレビ局の広告費だけで賄うのは限界でした。そこに Amazon やドコモといった巨大なプラットフォーム企業が登場します。彼らは自社の会員を増やすために地上波が買えなくなった巨額の放送権を買い、PPV という形でファンに直接売る仕組みをわずか数年で日本に定着させました。3つ目はファンの意識が投資に変わったことです。2022年のザ・マッチ、那須川天心対トゥゼロの50万件という大成功が日本人の価値観を完全に変えました。本当に見たいものには自分でお金を払う。そのお金が選手の報酬になり、さらに大きな試合につながっていく。ファン自身が興行を育てるという実感が、有料課金への抵抗感を消し去ったんです。これらの要因が重なり、PPV が大きな意味を持つようになりました。そして最後に解説するのは、この興行を裏で操る砂漠の巨大資本、サウジアラビアのマネーについてです。海外資本、100億円興行を仕上げる最後の鍵。それは海外から流れ込む莫大な外貨です。まず注目すべきは、砂漠の巨大資本、サウジアラビアのリヤド、シーズンです。彼らは井上尚弥というたった一人のボクサーに3年で30億円という破格の契約を提示しました。なぜ東京でやる試合にサウジが金を払うのか。理由はシンプルです。世界最強の男のガウンやリングに自国のブランドロゴを刻むためです。サウジアラビアは今、石油に頼らない国づくりのために世界のスポーツ利権を買い占めています。井上尚弥はその戦略におけるアジア最大のアイコンに選ばれたんです。この10億円以上のスポンサー料は日本のチケット売上とは全く別枠で入ります。さらに凄まじいのが海外への放映権販売です。アメリカの ESPN や全世界配信のダゾーン、これらの巨大メディアが井上の試合を流す権利を数億円で買います。かつての日本人ボクサーは海外で認められるためにアメリカへ行きました。でも今の井上尚弥は日本に座ったままで世界中の配信サイトから放映権料という名の年貢を徴収しているんです。国内のチケット代と PPV 売上、そこにサウジの国家予算と世界の配信マネー、これらが東京ドームという一点に集中した結果、軽量級ではありえない100億円が実現しました。世界が井上尚弥という才能に投資し、日本がその興行をプラットフォームとして提供する。このグローバルなマネーの循環こそがモンスターを30億円プレイヤーに変えた真実です。100年前のボクシング界が見たこともない新しい経済圏がここ日本で完成しました。税金についても興味深い側面が3つほどあります。1、国内完結。日本の PPV レミの等はプラットフォームが日本企業であるため、売上の消費税や法人税が全て日本に落ちます。WBC のように米国の配信プラットフォーム経由だと複雑な源泉徴収や海外送金の手数料が発生しますが、国内完結型の100億円興行は日本の税収において最も効率的な集金システムとして機能しています。2、評価。外国資本で取り上げたサウジアラビアは日本と極めて友好な関係にあります。それを反映して税金もフェアな条約が結ばれています。租税条約。日本、サウジアラビア租税条約存在により、サウジ資本のスポンサー料は国際的な租税条約の対象になります。日本とサウジの間で二重課税されないよう緻密な計算が行われることになり、井上選手の利益が最大化されます。3、祭る。ボクサーは稼ぎが大きい分、税金も大きくなります。結果、税金トラブルも多く発生しています。有名どころでは、マイク・タイソンやホリフィールドは税金が払えず破産。メイウェザーも税金未納で、パスポートが発行できません。日本でも珍しくなく、セミファイナルの井岡も5億円税金トラブルに巻き込まれ国税が入っています。それが一度目の引退の引き金になったと言われています。ボクシング業界全体にグレーなイメージがあることは否めません。一方、井上尚弥はここでも得意点になっています。彼は過去のトラブル事例とは真逆の道を歩んでいます。e-tax 広報大使を務め、2024年には自ら税務署に足を運び、綱穂での確定申告を PR しています。そして記者会見で、自分も高額納税者の一人、税金の使い道はしっかりしてほしい、と発言しました。過去のボクサーが税金から逃げるイメージだったのに対し、井上選手は堂々と払う代わりに、国にも責任ある仕事を求めるという、極めて現代的でクリーンなアスリート像を提示しています。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。ご質問やご感想も歓迎いたします。